どうも、こんにちは、ゆきこです。僕の動画のコメントで一番やっぱり多いのが機材関係なんですよ。音が出ないんですけどなんでですかねとか、うまく動作しないんですけどどうしたらいいですかねとか。僕も経験やっぱりあるので、なるべく答えるようにしたいなと思ってるんですけど、どうしてもね、やっぱり現場の状況がわからないと答えられないというか、原因なんてね、初期不良から接続の方法までいろいろあるわけなんで、なかなかコメントのワンラリーでは答えられないんですよ。コメントしてくれてる人もね、やっぱりなるべく早く解決したいと思うし、買ったばかりの機材が使えないっていうのもストレスじゃないですか。なので、今日はこの動画で音が出ない問題ですね。これを一括でガッと解決していきたいなと思います。というか考え方ですね。DJ 機材に限らずいろんな機材でもそうなんですけど、原理というか考え方が分かっていれば、それが CDJ であろうが DJ コントローラーであろうが問題解決できるようになると思うので、この動画ではまずはその原因を特定して、その次に解決策っていう流れで話を進めていこうかなと思います。今まさに音が出なくて困ってるって人はもちろんそうだし、これを知っておくとね、これからトラブルにあった時に自分で解決ができるようになると思うので、よかったらね、最後まで見ててください。まず一番大事なのが、やっぱりどこで音が止まっているのかっていうのを正確に突き止めることです。というかこれが済めばほぼ解決したようなもんなんですけど、コツとしてはね、音の下流から順番に確かめていくことですね。こういう DJ コントローラーをね、ちょっと例にして今日は話していきたいなと思うんですけど、DJ における音の流れの上流、一番上に当たるのが PC ですね。PC から USB を通ってこういう DJ コントローラーにつながって、そこからオーディオケーブルを通ってスピーカーとかヘッドホンに流れてます。この上流から下流に向かってスピーカー持ってこようか。はい、これがスピーカーと、これが USB ケーブルね。で、これがオーディオケーブル。この上流から下流に向かって流れている流れの中で、どこで音が止まってるのか、逆に言うとどこまでだったら音が来ているのかっていうのを確かめていきます。方法としては至ってシンプルで、パーツを取り替えてみたりだとか、そういうのを一つずつ順番に確かめていくっていう感じですね。すごい地道ですけど、これしかないですね。スピーカーは生きてますかとか、 OK だったらじゃあその次のオーディオケーブルはどうですかみたいな感じで下流から順番に調べていきます。だから今回はスピーカーから音が出ないパターンと、こういうヘッドホンから音が出ないパターンの2つに分けて、その原因の探り方と解決方法ちょっと喋っていこうかなと思います。まずは、もしスピーカーから音が出なかった場合、これを下流から調べていきます。最初にやることとしては、もちろんこのスピーカーがちゃんと正常に動作してるのかっていうのを調べていくわけなんですけど、やり方は何でもいいです。例えばスマホとかを有線でつないでちゃんと鳴るのかどうか確かめてみたりだとか、その場合 Bluetooth じゃなくて有線にしてくださいね。 Bluetooth だったら鳴るんだけど有線が壊れてるみたいなこともあったりとかするんで、確かめてみて、スピーカーに異常があるって分かったら、修理なり交換なりサポートに連絡するのがいいと思います。もしくは別のスピーカーに入れ替えるとかで、どうやらスピーカーに問題はなさそうだぞってなったら、次はそれに接続してるオーディオケーブルですね。これも別の機材に接続してみればすぐに分かることなんで、ダメだったら交換。雑に扱ってるとすぐにダメになりますからね、こういうケーブル。でね、DJ コントローラーとか使っててノイズに苦しめられてる人も結構いると思うんですけど、大体原因これだったりします。ケーブル。というのも、ノイズが乗りやすい場所って結構限られてて、アナログ信号のところに乗りやすいんですよ。PC ってデジタルでデータを管理してるじゃないですか。要は0と1の羅列です。音楽もそう、画像もそう。元を辿っていくと結局最後は全部0と1の組み合わせになりますよね。そんな中で、例えば急に外部からの刺激が加わって0が1に変わっちゃっただとか、0が1個増えちゃったみたいなことは起きないわけですよ、基本的には。だからなかなかこの段階ではノイズが乗りづらいんですよ、比較的。で、現実世界の音っていうのは波ですよね。空気の振動です。0か1のデジタルじゃなくてアナログのものですよね。だから音にするにはどこかのタイミングでデジタルをアナログの電気信号に変えてあげないといけないんですよ。このアナログに変換した後にノイズってやっぱり乗りやすいんですね。もしくは変換時。このデジタルとアナログの変換をしてくれる機能のことをデジタルアナログコンバーター DAC とかって言ったりとかしますけど、この DAC の機能を果たしてくれてるのがこういった DJ コントローラーです。
PC からデジタルの音を受け取って、ここでアナログの電気信号に変換して、そこからスピーカーに出力してる。だから使ってるケーブルの種類が違うわけですね。デジタルがよく見るこういった USB ケーブルで、アナログがこういうオーディオケーブルになります。この DJ コントローラーを境に使うケーブルが変わるよっていうことですね。なので、もし仮にノイズが気になるのであれば、この DAC、DJ コントローラー以降に原因がある場合がやっぱり多いです。こういったオーディオケーブルか、スピーカーか、もしくは DJ コントローラー本体。その中でもね、乗りやすいのがやっぱりケーブルなんですよ。フレックス4に採用されてる RCA ケーブルもそうだし、フレックス2のステレオミニジャックとかね、ああいう細いケーブルはやっぱりノイズ拾いやすいです。構造的に。なので、選ぶ時に何でもいいから安いのでって選んじゃうと結構ノイズ拾いやすかったりとかしますね。ものによります。僕が使ってるのこれ Amazon Basic の普通の RCA ケーブルなんですけど、ノイズ気になったことないので、迷ってる人、ノイズ困ってる人は一回試してみるといいかもしれないです。ちょっと話それちゃいましたけど、このスピーカーとオーディオケーブルを確かめてみて問題がなかったとじゃあしましょうと。ここまではいいんですよ。交換すればいいだけの話なので。こっからなんですよ、覚えておいてほしいのは。でもやることは基本一緒です。一つずつ確かめていくだけ。次はこの DJ コントローラーを見ていこうと思います。で、DJ コントローラーで確かめてほしいことは2点です。ボリュームがちゃんと上がっているのかっていうところと、あとはそもそも PC から音ってちゃんと来てるんですかっていうところですね。このフレックス4を例にして説明していきますけど、音量調節って2種類あるんですよ。入力音量と出力音量です。PC から流れてきた音量調整、ゲインに当たるものですね。それとスピーカーに出力する時の音量の2種類です。この2種類がちゃんと上がっているのかっていうのを確認してほしいです。1つ目の入力音量がこの EQ の一番上にあるトリムですね。これがちゃんと上がっているのかっていうのを確認してください。適正値はね、このレベルメーターが赤にギリギリ触れるか触れないかぐらいです。赤にがっつり触れない範囲でなるべく高い値にしてください。2つ目の出力音量がフェーダーとマスターです。縦フェーダーを両方一番上に持ってきて、横フェーダーを真ん中に持ってきてください。これで左右のチャンネルから均等に音が出ます。その状態でこのマスターボリュームをゆっくり上げていきます。これが最終的なスピーカーの音量になるので、ゆっくり上げてほしいんですけど、今作ったこの状態でちゃんと音が出るかっていうのを確認してください。ついでに EQ と CFX も真ん中になってなかったら直しといてください。これが切られてると音が聞こえにくいので。この音量の部分が一つでもゼロになってると当然音が出ないので、この横フェーダー触っちゃってね、音が出ないとか結構プレイ中のあるあるで気をつけてほしいんですけど、これでも音が出ない場合、そもそも PC から音は来ていますかっていう話になりますね。このレベルメーターがちゃんと光っているのかどうかを見てほしいです。光ってなければ PC 側に何か問題があるんだろうなって特定できますね。もしレベルメーターが光ってて音量も適切に上がっているんだけど音が出ない場合、その場合は DJ 機材に何かトラブルが起きている可能性があるので、サポートに連絡することをお勧めします。丁寧に対応してくれると思うので。じゃあレベルメーター光ってないぞとなった場合は USB ケーブルを確かめていきます。古いやつとかね、使ってる人は結構壊れてる場合もあるかと思うので、別のデバイスに使ってみて使えるかどうか確かめたりだとかしてみてください。付属の USB ケーブルがこういう DJ コントローラーにはついてくるので、それ使えば問題ないと思いますけどね。ダメだった場合は交換してみてください。それで最後、USB も問題なかったとなったら、いよいよ PC 側の問題ですね。DJ アプリの設定でなんか変なことになってないかっていうのを確かめていきます。今回はレコードボックスを使って見ていきますけど、他のアプリでも見るところの内容はほぼ一緒です。ここはね、いくつかチェックする項目があるので、それを一つずつ見ていきたいなと思います。レコードボックスにフレックス4をつなぎました。じゃあ早速設定開いていきます。まず環境設定のオーディオから構成ですね。ここのオーディオの部分、これで音の出力先を選択できるんですけど、これがちゃんとフレックス4になってるかを確認してください。PC から直接音を出したいっていう人は、この PC スピーカーと DJ 機器から音を出すっていうところをオンにしてください。そうすればフレックス4と PC と両方音がいくので、それが大丈夫なら横にある入出力タブに移動してください。ここの下の方にある入出力チャンネル、ここのマスターアウトプットが DDJ フレックス4のマスター、ヘッドフォンズアウトプットが DDJ フレックス4のフォンズになってるか確認してください。
あとはね、なんかあったっけ？あと強いて言うなら、ステムズをオンにしてる人は、ステムズが全部ミュートになってないかとか、この辺も落とし穴かもしれないですね。ここまでが合ってればね、ちゃんと DJ コントローラーには音が行くはずなので、必然的にスピーカーからも音が出るのではないかなと思います。はい、じゃあお次はですね、スピーカーからは音が出てるんだけど、ヘッドホンから音が出てないパターンですね。基本はスピーカーと同じなので、DJ コントローラーと DJ アプリのところだけ説明していこうと思います。DJ コントローラーに接続したヘッドホンから音を出すには、まずこのヘッドホンレベルのところのつまみを確認します。これがヘッドホンの音量なので、これを上げていきます。だいたい9時から12時の間ぐらいかな。自分の好みのところに合わせてください。これが一番左になってると音は出ないです。このレベルを上げたら、あとは聞きたいところの Q ボタンを押してください。右のトラックを聞くのか、左のトラックを聞くのか、あとはマスターを聞くのか。どれかが選択されていないと音は鳴らないので、必ず聞きたい Q をオンにしてください。あとはこのレベルの上にあるミックスのつまみね。これはまあ特に理由がなければ12時にしとくのがいいと思います。これはね、チャンネル Q とマスター Q のバランスをどれぐらいで鳴らしますかっていうつまみなんですけど、例えばこれが Q 側に振ってる状態でマスター Q を押してもマスターの音は聞こえないので、特に意図がなければ真ん中がいいです。DJ コントローラーはこんな感じかな。だからレベルメーターが動いてる状態で PC から音が来ている状態でヘッドホンレベルとミックスのつまみが上がっている状態で Q ボタンを押して音が鳴るのかどうか。で、これで音が鳴らなかった場合、最後にアプリをちょっと確認してサポートに相談かな。さっきね、勢いで言っちゃったんだけど、環境設定オーディオの入出力のところから、このヘッドフォンズアウトプットがフレックス4のフォンズになっているかだけ確認してください。これがちゃんと設定されてて音が出なければサポートに相談した方がいいと思います。まあとにかくね、こういうボタンがいっぱいあったりだとか、アプリの設定がややこしかったりとかいろいろあるとは思うんですけど、こんな感じで一つずつちゃんと潰していけば必ず解決するので、今回の動画でも解決しないっていう人はですね、よかったらコメント欄で教えてください。まあこの場合、僕でも解決できない可能性高いけどね。その場合、有識者の方々ね、今日言ったこと以外にもこんなのがあるよみたいなコメント欄で教えてもらえると非常に助かります。今日はこんな感じですね。よかったらチャンネル登録といいねと、あとハイプもね、できたらよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画で。